はい、こんにちは。今回はこちら、話題のテム。このね、テムの購入品たくさん買ったので、これを開封していきたいと思います。通販サイトのテムってありますよね。そちら皆さん購入したことありますでしょうか？私はこれ3回目なんですが、結構たくさん買ってみたので、ちょっとね、これを少し紹介していきたいと思います。さあ、こんな感じでね、いっぱい入っております。そしてこちらにももう一袋があるので、この大きい袋2つ開封していきます。はい、こちら何かと言いますと、はい、これなんだかわかりますか？こういうものと、これコップ、このセットになってるんです。でね、これは歯ブラシ立てなんですけど、歯ブラシと歯磨き粉をここに入れられるんですね。で、これがコップでこうやって使った後に、ここにセットして置いておくと、水が下に落ちるので乾燥させることができるんです。これは以前私が紹介動画を作っているんですが、家族一人一人で歯ブラシと歯磨き粉を全部分ける。で、コップもね、一人ずつ全部分けると、感染症とかね、流行った時でも、この歯ブラシとコップを一人一人分けておくことですごく防ぐことができるんです。なので、うちは全部ね、これ一人一人分けているんですね。動画で紹介したのはマグネット式のやつだったんですが、それがね、ちょっとね、落として割れちゃったりしたので、新しくこれを買いました。壁に取り付けるための、こういう部品みたいなのがついてるんですね。なので、壁にこのシールを貼って、これをね、簡単に取り付けることができます。でね、空中に浮かせて、歯ブラシ、歯磨き粉、コップ、これを収納できるっていうね、こうちょっとね、優れものなんですよね。はい、そしてね、うちは家族4人なので、これで4つ買いました。色違いで。新しくこちらを使いたいと思います。これもう結構長い間こういうの使ってるんですが、非常にいいので、ちっちゃい子供がいるご家庭も歯磨き粉ってね、大人と子供を分けたりしますし、成人だけの家族であっても、人によって歯を白くしたいとか、歯周病に効くのがいいとか、いろいろありますよね。だからね、こうやって分けてね、使うとね、とってもいいです。これね、家庭内感染防止にとっても役立つので、本当におすすめです。はい、そしてこちら。はい、これとこれですね。これね、石鹸置きなんですよね。水がね、ちゃんとここ流れる。あ、おっとっとっと。これもね、斜めになってるんですよね、こう。角度がついているので、こうやっておくと、水がここから流れると。石鹸ってね、水が溜まっていると溶けちゃうので、よく水が切れる、こういうね、ちょっとね、可愛い石鹸置きを買いました。キッチンのね、スポンジなんかを置いてもね、大丈夫ですよね。そしてなんかこの滑り止めみたいなのが入ってました。見えるかな？これ開くんですよね、ここ。わかるかな？このようにはめて、こんな感じでね、滑り止めが6個入っていたので、ちょっとつけてみました。これで置けば滑り止めが効いていて、ずり落ちないし、ここね、ここにも滑り止めがついているので、流しとかに置いてもね、こう滑らない。ね、意外とね、細かいところまでね、気を使ってくれてるなと思いますね。あ、こちら。洗面所とかの、この水をね、流れるのを止めるやつなんですけど、こうやってね、押すだけでストッパーになって水が溜まるっていうやつですね。これは白。これはなんかこの大きさに合わせてね、変えるような替えがついています。ここに白いね、ゴムがついてるんですけど、黒いのもついていました。まあ、新築とかのお家だったらね、いらないかもしれないんですが、うちはね、結構もうね、家が古いので、こういうね、部品とかもね、だんだんね、やっぱりずーっと使ってるうちにね、汚れたり傷ついたりしてしまうんですよね。なのでね、ちょっとこれに変えてみようかと思って購入しました。2個セットだったみたいで、同じものが2個ありました。いや、実際本当はこれは1個でよかったんですけど、なんかね、2個あったので、じゃあまたね、汚れた時に変えればいいかな。ね。そして、こちら。はい、こういうものです。これはね、キッチンでお箸とかスプーンとか置いておく。ね。
こう水切りになっているものなんですね。これね、実は1回テムで買ったことがあって使ってたんですよね。ちょっとね色が違うものなんですけど、そしたらねすごく便利だったし、ここねほら外れて洗えるしね、ここ穴が開いてて水切りができるし、しかもねほら見て、こんなね結構ねおしゃれなんですよね。でね、使っているうちにやっぱりプラスチックだから汚れてきちゃったんですよね。なのでね、これ2回目でちょっとねデザイン違うものを買ってみました。これねすっごくね私的にはおすすめな品物です、ね、足もこうやってついてます。これ2回目のリピート、とってもねお気に入りの品です。そしてねこちらなんですけど、これは 200×200 センチのラグ、下に敷くねこうラグマットなんですね。ほらこんな感じで毛足がねすごく長いんですね。モコモコで真っ白。これはなんか撮影する時とか、あとフリマアプリとかで売る時にこういうのにね載せて洋服とかねやるととても写真がよく撮れるっていうのを見たので、ちょっとねいいなと思って買ってみました。日本で買うとね結構高いのでとってもお安かったです。もちろんリビングとか自分の部屋とかの下に引いてもいいですしね、こうモコモコふわふわ、意外とね肌触りすごくいいです。そして今度このね大きい箱、じゃじゃーん、何でしょうかこれは。はい、組み立て方が書いてあります。底板をはめる枠があるんですけど、これねめっちゃはめるのね硬くてなかなかほらはまりません。これはねちょっとね女性の力だとかなりきついです。片方の方をはめて、それからもう片方をはめると割とできました。でね、こう2段階になったので、ここにこれをこう置いて、こうですね。これで水切りの第2段重ねになってる。これができました。これね、キッチンの横に置いて、ちょっとね、水切りでコップとかお皿とか置いておくのにね、ちょっとね、綺麗なので、使いたいなと思って買ってみました。はい、そしてね、こちら、ランチョンマットです。はい、裏はこんな感じ。これはね、いろんなカラーバリエーションがあったんですけど、今回の私は黒を選んで、これ5枚買っています。形はね、なかなかおしゃれじゃないですかね。ここにお皿とかね、フォークとか置いて食べたらね、ちょっとおしゃれかなと思って買ってみました。はい、こちらなんですけど、これはね、箸置きです。黒とね、金。ね、可愛いですよね。こういう感じで。ね。これもね、いろんな色があったり、形があったんですけど、このね、このランチョンマットに合わせて黒と金を購入してみました。こんな感じでね、こんな感じで置いて使おうと思います。そしてこちら、こうハンガーにかけた状態でアイロンかけるときに、こうね、裏からこうしてアイロンかけると手が熱くならないっていうものです。まあね、よくこれはね、日本でも売ってると思うんですけど、まあ安かったのでね、ついでに買ってみました。厚みはね、まあちゃんとあって、熱くはならなそうな感じです。ここね、メッシュになってますね。はい、こちらはブラですけど、これね、すごくね、横がね、幅広なんですよね。そして見て、この肩紐、この太さ。しかもね、見てこのね、4段重ねのこのホック、これが4段階、獅子16個ついてます。でね、脇肉がはみ出ないっていうことで、なんかいいかなと思って。で、ちょっとね、ここにはね、薄いパッドが入ってますね。素材もね、とっても柔らかいです。サイズはね、S、M、L みたいな感じで、スポーツブラ的な感じですかね。これね、寝る時とかもね、いいですし、まあなんか良さそうかなと思ってちょっと使ってみようかなと思って買ってみました。そしてね、こちらはショーツなんですね。後ろこうなってます。なんかね、すごくね、お腹が引き締まるっていうようなこと書いてあったので買ったんですけど、
どうかな。これはまあ履いてみないとちょっとわからないですけど、とりあえずね、なんかまあしっかりしたストレッチの効いているショーツになります。あとはね、お腹がどのくらい引き締まるかっていう問題と、くるくるくるってね、上からね、下がってきちゃうっていうのよくあるんですよね、ショーツね。ガードルとか。だからね、そういうところどうなのかなと思って、ちょっとね、試してみたいと思います。人間のランチョンマットも買ったということで、我が家のワンちゃんのランチョンマットも買ってみました。ご飯食べる時の食器のね、下にね、ちょっと敷いておこうと思って、一応ね、毎日ささみとかキャベツとか、そういうものを茹でたりして、あげたりしてるんですよね。でね、結構ね、それをこぼしちゃうので、こういうのね、敷いておくと、ここね、こぼしても、まあ、清潔だし、滑らないしね、これはちょっと食べやすいんじゃないかなと思って、試しに買ってみたものです。ね、ワンちゃんの足跡がついてて、可愛いですよね。はい。で、こちらね、ペット用のマット、こういうね、長い長方形のも買っています。こちらのね、正方形と、こちらの長方形、このね、2つのサイズを買いました。はい、これなんですけど、ここにストッパーがついているので、これを外して、このカバーを外すと、こんなハサミ型になっていて、ね、これがほら、包丁みたいになってるんですけど、でね、ここがまな板みたいになってるんです。で、こういう感じで、例えばきゅうりとか置いてこうやって切るとか、この刃がどのくらい切れるんだろう。なんか肉とかは切れそうにないんですけど、野菜とかだったら切れるかな。切れ味の方はどうなのかなっていう。見た感じはあんまり切れなさそうには見えるんですけどね。これをね、まあ使ってみたいと思います。では白菜を切ってみます。これは軽く切れますね。次は人参です。大根も切ってみます。野菜は厚いものでなければ簡単に切れます。人参丸ごとだとちょっと無理かなと思いますね。ウインナーはどうでしょうか。ちょっと切りにくいけどなんとか切れますね。ここストッパーを止めるとこれが開かないので安全です。はい、こちらはね、このように網網になっているんですけど、これはね、網戸の修理テープです。網戸がね、ちょっとね、破れてるとこがあったので、これね、簡単に貼って、シールみたいにピッて貼ったら、ちょっとね、虫が入ってこないようにできるので、これをね、ちょっと買ってみました。そして、こちら。はい、これなんですけど、これはね、こう穴からこれね、用紙がピンと出てくるらしいんですよね。これを押すと、ここから用紙が1本ポッと出るという代物らしいです。中はこうなってるんですね。卓上にね、置いておくのにちょっとこのグリーンとね、この金がね、可愛いかなと思って買ってみたものです。でね、これプリンターなんですけど、これはね、スマホでアプリを取って自分でデザインをして簡単にね、このプリンターでピーッと印刷できるっていうんですよ。可愛い感じのプリンターです。で、USB 電源がついてるんですね。この後ろがパカッと開いて、ここにロール紙を入れて、スマホのアプリと接続すると、ここにね、ピピピピピッと出てくるっていうものです。これ、なんかね、普通のね、レシートみたいな紙ですね。私、てっきりね、シールになってると思ったんですよね。だから印刷してすぐにシールに貼れるかなと思ってイメージだったんですけど、どうやらね、これはね、ただの普通の紙みたいです。あ、こちらね、別売りで買った方のこの用紙は、ちゃんとね、シールになってました。これだとね、印刷したらすぐにね、貼れるので、こっちの方がいいかもしれないですね。本体についているものはシールじゃないから、これ、予備の方をね、買った方がいいかもしれません。まず、シュガーっていう文字を印刷してみます。大きさもね、変えられるんですね。次に、絵を選んで文字を入れるっていうパターンになります。これは、1枚だけじゃなくて2枚連続とか3枚連続とか、そういう印刷の仕方もあります。こういうのってね、幼稚園とか保育園のお名前にぴったりだと思います。そして自分の写真を加工して漫画風とかアート風にして、それをね、印刷するっていうこともできるんです。これ私の写真をね、ちょっと加工してやってみました。
それから写真を撮って、その写真自体を白黒で印刷することもできます。これはうちのワンちゃんを撮ってすぐに印刷してみたものです。いろんなことできますよね。ちっちゃいお子さんとかいる人はね、すごく便利なんじゃないかなと思います。名前とかね、わかりやすく書いて貼ることもできるし、絵でね、印刷できるので、それがね、目印になって字が読めなくても大丈夫だし、すごく便利ですよね。シーインとか9点とかそういうところにもあると思うんですけど、こういうね、メイクブラシセットでね、お安いですよね。どれどれ、ふわふわ、ふわふわですね。大丈夫かな。柔らかいですね。毛抜けないかな。まあ大丈夫そうかな。いろんなね、すごいたくさん種類があるので、このね、メイクブラシをね、ちょっと使ってね、メイクをしたいなと思って買ってみました。ね、細いのから太いのまでいろいろあって、これだけあればね、いろんなメイクができそうじゃないですか。はい、そしてね、こちらは、このね、リップの、なんていうんだ、チップっていうのかな。シリコンみたいになってて、こういうちょっとね、平らな感じになってる、このね、チップなんですけど、これをね、なんか塗るときに使うといいっていう若者情報で、ちょっとね、真似して試してみようかなと思って買ったものです。こういうのね、昔はなかったので、使い方わからないんですけど、どんな感じかね、使ってみたいと思ってます。そしてこちらまたメイクの筆買ってましたね。なんか柔らかいふわふわの大きめのねブラシでした。また筆買ってました。ブラシいっぱい買った。どんだけ買ったのかっていうぐらい。こっちがね細いタイプですね。すごくこう細いね、アイライナーとかの代わりにこれでアイシャドウを取ってこうかける、そういうね筆。これをね、いろんな大きさ、これ4本あるんですけど、買いました。そしてね、こちら、プチフワっていうものなんですけど、これね、何かっていうと、こうパッチン止めみたいになってて、ね、こう、網っていう、なんていうんだろう、両面テープのガサガサした方、強い、硬い方って感じのものがついてます。これをね、なんか髪の毛をこう取って、この中に入れて、中にこう髪の毛をこう重ねるとボリュームが出るっていうね代物です。大丈夫かな。毛がね本当に薄くて、もう毛がねどんどん薄くなってきちゃってるのでボリュームが全然出ないんですよね。なのでね、ちょっとこれでねボリューム出そうかと思って買ってみてますね。これちょっとバレるんじゃないかな。髪の毛もうちょっとあればいいんですけどね、髪の毛がないので、これで持ったとしてもね、ここを全部カバーするだけの毛があるかどうかって感じですね。まあでもちょっとね、必要に迫られて買ってみたものです。ちょっとね、試してみたいと思います。やっぱりね、もう老眼なので、針に糸を通すのがめちゃめちゃ大変なんですよね、これ。なので、これね、すごく簡単に糸が通せるということなんで、この針を買ってみました。今まではね、こう、なんていうのかな、こういうひし形のやつをこう、針の穴に通して、糸を通してシュッて抜くっていうのを使ってたんですけど、これはね、これだけで糸を通せるようなので、ちょっとね、使ってみたいと思います。なんだってもう近くがなかなか見えなくなってくる年頃なんで、こういうのは必需品ですよね。はい、こちら。これなんですけど、これは、こうネットになっていて、こういうね、メイクブラシを入れて広がらないようにするっていうものです。こうやって入れて、こうやってね、収納しておくと広がらない。ね、こういうネットがたくさん入っているのを購入しました。そしてね、こちら、こういうピンセットですね。これもなんかつけまつげをつけたり、あとこうまつげをねマスカラやった時にちょっと整えたりする時に、ちょっとね私これ持ってなかったので買ってみました。なんかねすごく先尖っててね、ちょっとこうつまむのに良さそうですよね。そしてね、こちら、これはこうなっているものです。これは段ボールとか宅急便来た時に、さっきやればよかった、
ちょっとねたくさんさっきあったのにやらなかったのが残念なんですけど、ここにねちょっとね隙間のところにギュッと差し込んで、こうピーッとやると段ボールこうテープで閉じてあるやつがパッと開くっていう代物です。なんかねいつもこうカッターとかでやるとね中身傷つけちゃうこともありますしね、これいいんじゃないかなと思ってやってみました。メイクをする時にここにね何か液体みたいなこうチューブみたいにしてチューッと出して、ここで色を合わせたり筆をこうやって色をつけたりして塗るっていう代物です。なんでねこれが必要かって、いろいろね使い道はあるかと思うんですが、私ね腕にね骨折して手術をしたので、ちょっと傷跡がね大きいのがあるので、よく皆さんこういうところでねこういろんな色をのせてこうやって見せているんですが、こっちは右手はできるんだけど左手にできないんですね。で利き手が右なもんで、ちょっと左手でここね使えないんですよ。ね、そういうねハンデがあるので、ちょっとねこれを使えばここにのせればね色を見せられるんじゃないかなと思ってねちょっと買ってみたものです。そしてこちら、これはほらこういうまつげアイブロウですね。これ眉毛とかのねこうちょっとやったりする使い捨てのねブラシになります。でまつげも使えるし眉毛も使える、こういうののね使い捨てなんかね今まで持ってなかったのでいいかなと思ってちょっとね買ってみてます。なんか蓋が開いて箱がぐちゃぐちゃになっていましたけど、これねビューラーになります。これね USB で充電してこうホットのねホットビューラーですよね。こういうホットカーラーっていうかホットビューラー、こういうのね使ったことなかったのでねちょっと安かったので試しに買ってます。気になるのはねあんまり熱くなってやけどしないかっていうことと、ちゃんとまつげがカールするかっていうところですよね。これもまた試してみたいと思います。これなんだっけな、なんかこれなんだったっけ、なんか滑り止めですよね。これなんだろう、忘れちゃった。わかりました。これは何かというと、ウィッグをかぶる時のこのね滑り止めですね。ここにほらヘアバンドみたいにしてやるとウィッグがこう取れないっていうことで買ったものです。これね実際ちょっと使ってみないとねまたわからないので、また機会があったらレビューしたいと思いますがね、実際どうなんでしょうかね。使ってみたいと思います。そして、ね、今回ちょっとねウィッグをこんなに買ってみました。12345個ね。はい、ちょっとね今回は開けませんが、こんないろんなタイプのウィッグを買ってます。はい、こんな感じで、これはねいつかちょっと動画で使おうと思って買ったものです。こちらがね下まつげ用のつけまつげですね。下まつげにつけまつげってねなかなかつけないと思うんですけど、ちょっとねメイクする時にね試してみたいなと思って買ってみたものです。つけまつげをつける時になんかね糊つけるじゃないですか、接着剤みたいな糊、あれをなんかテープみたいなね、この黒いのがテープらしいんですけど、これでなんか簡単につけられるっていうのでねちょっと試しに買ってみました。つけまつげをねつけるメイクをねなんかちょっとやってみたいなと思って買ってみたものです。上の目につけるつけまつげ、つけまつげって実はあんまりやったことなくて、メイク動画久々に作れるかなと思って買ってみたものです。こちらのつけまつげも買ってみました。結構ねケバケバしいですが、こう2種類買ってみてます。こういう片押しのねレザーみたいなねこういうものなんですが、なんかね手作りの DIY とかするときに材料として買ってみたものです。ちょっとねこれちょっとシルバーっぽい、ちょっとキラキラ光るね、こんな感じのもあったので買ってみました。なかなかね見た目はかっこよくて良さそう。ちょっとねレザーっぽい感じで、もちろんね裏はこうなのでレザーではないんですけど、レザー調のこのねハンドメイド用の材料です。このね輪になったやつ、これをねパンチでこう穴を開けて
穴のところにこう金具がね丸くつくような感じで、そこから紐を通したりとかいろいろできる感じのものですよね。もちろんね日本にも売ってるし、例えばダイソーとかにも売ってるんじゃないかなと思うんですけど、まあね安いので買ってみました。そしてねこちらなんですけど、これはアクセサリーとかをね収納するときにピアスとかネックレスをここに入れてこうやって収納すると整理しやすくて絡まないっていうことなんで、ちょっとね試してみたくて買ってみました。これ普通の OPP みたいな薄さじゃなくてしっかりとした厚みがあるのでね、アクセサリー入れても大丈夫なくらいの厚みはあります。まあ、すごく厚いかなと思ったらそうでもない、中くらいよりちょっと薄めっていう感じの厚みかなと思います。これねマジックテープになってるんですけど、ここがシールになっているので、シールで貼ってこう2つ合わせてマジックテープで留めるっていうものです。ちょっとねこれもハンドメイドで使おうと思って買った材料になります。これがねこのように入っていましたね。はい、そしてねこちらはねハンドメイド用のなんていうのラインストーンですね。うわすごい、こんな綺麗キラキラキラーっとしたものになります。でね裏がシールになっているので簡単にね貼れるんですよね。これもねちょっとハンドメイドで使うのに便利だなと思って買ってみました。なかなかねダイソーとかにも売ってるんですけど、やっぱりこういうぎっしり詰まったものとかこんな大きいものはなかなかないので、ちょっとねいいんじゃないかなと思って。またね筆が出てきました。なんかいくつ筆を買ったんだろう私はっていう感じなんですけど、こういうね細いまた筆を買っていました。何本あるのっていう感じですよね。こんなに筆が増えました。これはね穴が開いてて丸い、これはね洗面所とかの横の方にね穴が開いてて、こう水が溢れたらそこから抜けるみたいなところがあるお宅もあるかなと思うんですけど、うちもそうなんですね。でねそこがただ穴になっているので、そこからなんか虫とかがね上がってきたら嫌だなと思って、そのね蓋になる部分です。これねサイズがね合うかどうかねよく確認しないで買ったので、まあ後で使ってみたいと思います。はい、そしてねこちらはまたハンドメイド用の材料なんですけど、革とかに穴を開けるものですね。よくベルトの穴とかがね自分にサイズが合わない時に開けるとか、そういうのに使うものです。これでねいろいろちょっと作りたいものがあったので買ってみました。これはハンドメイド用の道具です。そしてねこちらもハンドメイド用の材料なんですけど、こういうねチェーンなんですね。これねバッグにつけるねストラップ、これねこういう感じになってて、これもね両サイドになってて、こういうショルダーになってねいます。これもねハンドメイドとかに使いたいなと思って買ったものです。ちょっとシャネル調のこういうおしゃれなのも売ってました。はい、でこちらもねハンドメイドの材料なんですけど、これねマグネットになっていてこうくっつくんですね。でねここシールになっているので、布と布にペタンペタンと貼って、バッグのねこう開閉するところね、上の開くところとかに使う、そういう代物です。縫わなくてもいいのにね簡単に作れそうなので、ちょっとねバッグを作る時に試してみようかなと思ってこれを買ってやります。これもハンドメイドの材料です。さっき白だったんですけど、これはシルバーっていうかステンレスみたいな感じになっています。でねここねプラスチックのカバーがあるのは、これもね虫が上がってくるのを防ぐっていうことで、こういうのがついてるのを選んだんですね。でねここはちゃんと押すと水が止まるんですよね。こういうのね前にやっぱりテムで買って私使ってるんですが、ちゃんとね水がね止まって溜まるようになるんですよね。なのでこれとねとっても便利です。でもともとねこういうね水が止まるように押すと蓋が閉まって水が止まるようになってたんですけど、もうねうちもかなり古くて、だからね少しね調子が悪くてなんか押しても押してもなかなかこう蓋が閉まらなかったりすることがあったんですね。なので思い切ってそれを取っちゃって新しいのに交換したんですけど、そしたらすごくね良かったので、これね2回目の購入です。前に買ったのがまたちょっと古くなって汚れてきちゃったので、これに変えたいと思います。
はい、というわけで、もうこれだけの金額、これだけの数を今回購入いたしました。なんかね、テムも初めはね、すごく心配になりますよね。ちょっとね、安いので大丈夫かなとか。でもね、私はもうこれで3回目なんですよね。もう3回買って実際ずっと使ってきたし、リピートしている品物も結構あるので、意外とね、物もね、ちゃんとね、しっかり作られていると思います。中国製なんですけど、どれもね、ちゃんとね、そんな粗雑なものはなくて、でね、とにかくね、安いので、まあ、シーインと同じようね、シーインは洋服とかメインですけど、こっちはね、こういう小物関係がすごく多いので、とにかくね、たくさんあるから選ぶだけでも楽しいと思います。別にこれは宣伝でも何でも案件でも何でもありません。私がただ購入したっていうものを紹介するだけの動画になってます。はい、今回はテムの購入品をご紹介しました。こちらもね、いろんな情報を発信していきますので、よろしかったらチャンネル登録もしておいてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。